こんにちは、さゆりです。今回は英語を勉強しているジャズピアニストの山田亮さんにインタビューしました。亮さんに英語を勉強するモチベーションは何か、どうやって勉強しているか、言語交換相手、ランゲッジエクスチェンジパートナーはどんな人か、ベルリンに行った時、ドイツ語と英語どっちの方が通じたかについて話しています。それではどうぞ。逆に英語勉強してるっておっしゃったんですけど、どうやってとかいつから勉強してるとか教えてもらえますか？やっぱりそのジャズをよくやってるので、ジャズってアメリカが一番ルーツな音楽なので、英語で情報がたくさんあるし、海外のミュージシャンともいっぱい喋れるようになるといいなっていうので、ずっと学んではいるんですけど、なかなかね、やっぱ普段使わないと難しいですよね。そうですね。実際にその英語を話す人と話したりしますか？その日本語を学びたいアメリカ人の方とスカイプでお互い日本語と英語を使いながら喋るっていうのを1週間に1回やってます。なるほど。その方はどうやって知り合ったんですか？なんかその昔共演した歌手の方が日本語教師もされていて、で僕がその英語を学んでるみたいな話をしたら、じゃあちょっと山田さんに合いそうな方がいるから紹介するねって言ってくれて、マッチング。そうお互い境遇がちょっと似てるのかな。ピアノをその方も弾くし、でお互いパパだしみたいな。あ、そうなんですね。そうなんですね。いいですね。なるほそうど。じゃあ週1回でその1時間ぐらいですか？もうでもなんかね、30分ぐらいが限度ですね。うん。頭が痛くなってきたって、その方も日本語は難しいからだんだん頭が痛くなってきた。じゃあ30分ですか？いやもうなんか同時進行ですね。なるほど。僕が日本語を喋るときもあるし、僕が英語を喋るときもあるし、彼が日本語を喋るときもあるし、彼が英語を喋るときもあるし、大体疲れてくるとお互い母国語に戻っていきますよね。でもお互い分かってるみたいな、なんとなく。そうそうそう。もしもっと英語が話せるようになったら、やっぱりジャズの本場のニューヨークとかに行ってみたいですか？ニューヨークはもう昔からずっと行きたいなとは思ってますね。なるほど。でもベルリンでももうほぼ英語が通じたので、へえ。向こうの人とは英語ばっかり喋る。その観光客がすごい多い場所だと思うんですけど、そうそう、ベルリンに行った時に、ドイツ語一生懸命勉強してったんですけど、すごい多分拙いのが伝わったんでしょうね。なんかこっちが一生懸命ドイツ語でアイスクリームをくださいとか言っても全部英語で返ってくるんですよ。お前ドイツ語で言ってもどうせわからんだろみたいな感じで。そんなことない。いやでも確かにわからないから、もうあなたは鋭いと思いながら。じゃあベルリンでも、英語を使ってコミュニケーションを。そう、本当に英語がよく通じましたね。じゃあそのりょうさんの英語も良かったってことですね。でもそこでやっぱ深い話まではあんまりできなくて、お店とかで必要な会話とかはできるけど、なんかあなたの音楽において一番大切にしてることは何ですかみたいな話とかはちょっと難しくて。なるほど。はい、お疲れ様でした。自分の好きなことを学ぶ。りょうさんの場合は音楽ですね。好きなことを学ぶために英語を勉強しているそうですね。やっぱり好きなことがあればモチベーションが上がります。皆さんのモチベーションは何ですか？私が英語を勉強し始めた時の最初の方のモチベーションは同僚と話すことでした。外国人の同僚と話したいっていう気持ちがあったので英語を勉強しました。その次は同僚だけじゃなくて友達が欲しいっていうのがモチベーションになりました。そして次は外国に住みたいで、実際にカナダやオーストラリアに住みました。で次は英語で何か勉強したいと思うようになりました。
たくさんのオンラインコースは英語の方が種類があります。だからこの動画編集も英語で学びました。最後、カナダに住んでいた時の大きな目標が英語を使って働くということです。はい。で、それも、実現しました。ハリウッドの映画に出ました。3秒だけ。このように次々とモチベーションは変わっていきます。最初は同僚と話したかったけど、今はそれがもうできるようになって英語で仕事をしたいというふうに変わっていきました。だから日本語を勉強するきっかけは何でもいいです。で、そこからもっと日本語の勉強が楽しくなって、その皆さんのモチベーションも変わって上がっていって、学習を続けられたら一番いいかなと思います。そうですね。今では英語を学ぶのが目的ではなくなって、自分の人生を楽しむツールになりました。本当に英語を勉強してよかったです。そしてこれからもこの旅は続きます。皆さんにも本当に日本語を勉強してよかったって思ってもらえるように、これからも動画作り頑張ります。一緒に頑張りましょう。じゃあ最後まで見てくれてありがとうございます。じゃあまたね。バイバーイ。